昨年紹介したギナタンと並んでフィリピンで大好物なのがこのアドボ。32年前にこの料理を知り教えてもらったのですが、アという言葉が聞こえなかったのか、ずっとドボだと私は思ってました。はい、今日はフィリピンのアドボを作っていきたいと思います。スペインのアドボとちょっと作り方が違うみたいなんですけど、フィリピンのアドボを作りますね。今日はカルナーサネグラでもも肉です。筋をまだ取り切れてないので取っちゃいます。私がアメリカのフィリピン系のところにホームステイしてる時にギナタンっていう美味しいデザート去年紹介しましたけど、それと同時にこのアドボも作ってもらった懐かしい料理です。でネットで調べたらアドボっていうのはいろんな作り方があって家庭によってみんな違うみたいで、よく紹介されてるのは豚肉とか鶏肉なんですけども、私がアメリカでごちそうになったのは牛肉のアドボだったので、今日は牛肉で作りたいと思います。2キロほど使いたいのでちょっと色変わってるな。アスカにあげよう。これぐらい使おうかな。ちょっと大きめのカレー肉っていう感じに切っていきます。こんな感じかな。よし、はい、これをつけていきます。鍋にお肉を入れてお酢を入れます。このままちょっとしばらく酢につけときます。灰が入らないように蓋をして玉ねぎを切っていきます。じゃがいもも切っておきます。にんにくを3かけぐらい使いましょう。みじん切りにします。はい、はい、火をつけて油を敷いて1時間ほどつけましたお肉を焼いていきます。はい、鍋に油を敷いてにんにく入れます。玉ねぎも入れます。じゃがいも入れます。はい、ここに牛肉も入れていきます。肉から出たお酢も染み込んでたお酢も入ってますね。で胡椒入れます。でスープストック入れます。チキンのスープストックを2カップ、お醤油、砂糖、ローリエの葉っぱ適当に入れます。
お塩、落とし蓋をします。はい、20分ほど煮込みました。ここで鍋を変えますね。せっかくうちにはスロークッカーなるものがありましたので、まだ夕飯まで時間が2時間以上あるので鍋を移しましょう。こっちの鍋に移します。最初からこれでやってもよかったんですけどね、と気がついてこっちに移しました。で火を止めます。でこのまま 2,3 時間放置します。オイスターソース入れるのはちょっと入れますね。もう一回炒め直しましょう。少し20g だけど、まあ大体で、はい、こんなもんでしょうか。火を止めてまた蓋します。ゆで卵を作っておきます。黄身が偏らないように時々混ぜながら茹でます。ゆで卵もできたの入れときます。じゃあ火止めます。この味もう少し置きます。はい、できたか開けてみましょう。あー、美味しそうな匂いしてます。お肉が柔らかくなったかな。崩れそうなのでこれですくいましょう。はい、アドボの完成です。肉が柔らかく箸でちぎれるぐらい柔らかくなってます。美味しそうでしょう。